こんにちは、写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミでは、天気を撮影の味方に撮るいまいちの天気編と題して、いまいちな天気であってもそんな天気を何とかして味方につけてうまく撮影を進めるお話をしましょう。前回の繰り返しになりますが、撮影対象はこのゼミに参加いただいている皆様それぞれですから、ここでは井上がどのように天気を捉えて味方につけようとしているのかについて見ていただいて、これを皆様の撮影に生かしていただけると嬉しいです。さあ、撮影に行こうとなった時に、曇りがちな天気だったり、ぽつりぽつりと雨が降っていたり、風が強かったり吹雪いていたり、撮影に出かけるこの日に向けてワクワク過ごしてきた分だけ心が折れそうになるものです。そんな日の撮影を井上がどのように捉えて撮影に臨んでいるのかについてお話をしていきましょう。曇りの日は野生動物の撮影に素晴らしい光の環境をもたらしてくれます。曇り空によって太陽の光が柔らかく拡散されて、全体に均一な光が行き渡るためです。これによって被写体の毛や羽毛に強いハイライトや深い影ができにくくなります。こちらのキタキツネのカップル、キツネ父さんが少しお腹が大きくなっているキツネ母さんに対してそっと寄り添っていくと、嬉しそうに目をつぶってキツネ母さんは答えていました。こういったシーンを撮影するには、曇りがちの日は理想的な条件と言えます。キタキツネの毛が柔らかく描写されて、繊細な雰囲気を取り残すことができるためです。ちなみによく晴れてる日に撮影するとこんな感じになるんですね。このような光の下ではコントラストが強くなりがちです。この写真でもキツネの毛並みが太陽光を反射してとても明るくなっていて、特に白い毛の部分ではハイライトが飛びがちになります。また影の部分は非常に濃くてディティールが失われがちです。真っ黒に潰れてしまったりするんですね。この写真は老現像の時に明暗の差の破綻が起きないように気をつけて仕上げてはいますが、それでもちょっと粗さのある雰囲気が否めません。晴天の中での撮影は明るく活気のある写真が撮れる一方で、はっきりとしすぎた描画になりやすいものです。それに対してこういった曇りの日は光が柔らかく均一に広がるので、被写体の自然な姿を捉えるのに非常に適しています。特に毛並みの表情といった繊細な部分を鮮明に表現したいとき、このような曇りの日が好条件となるでしょう。こちらは標高の高いエリアに住むキタキツネです。撮影した自分自身で言うのもあれですが、自然で美しい描画になっているかと思います。空全体が巨大なディフューザーのように働く曇りがちの時は、被写体に当たる光が均一になって影が少なくて優しい光に照らされるようになります。そのためにこのような描画が可能になるんですね。この時は雪が積もった地面が白いレフ板のような働きをしてくれていて、狐の毛並みのディティールをしっかりと浮かび上がらせると同時に余計な影を取り除いてくれています。写真の撮影の際にあまり好まれていないと言えそうな曇りがちな天気ですが、野生動物撮影では好ましい天気と言えるのです。エゾシカが牧草地の中を軽やかに駆けています。これまで見てきたように曇りがちの天気の日は光が柔らかく拡散されるために陰影の差が大きくなりにくいのが特徴です。この写真ではエゾシカが緑の絨毯のような草原の中を駆けていて、フラットな光がシーン全体を包み込んでいます。強い光と影がないために被写体のエゾシカが際立ちすぎることなく背景とうまく調和していて、全体を柔らかくまとめることができているように思います。強い北風を食い止める暴風林に囲まれた雪原で見かけたキタキツネ。こんなに離れているのにこちらに気づいたようです。雪景色はその白いキャンパスの上に被写体を際立たせる絶好の舞台となります。キタキツネたちが最も素敵に見えるのもこの舞台の上だと井上は感じています。曇りの日に撮影されたこのシーンは光が柔らかく拡散されて、フラットで均一な光が行き渡っています。これによってシーン全体が静かで穏やかな雰囲気を持っていて、暴風林の質感や狐の毛並みがナチュラルに描画されていると言えるでしょう。強い光と影がないために写真全体に統一感があって視覚的に心地よい印象を与える写真になっているのかなと思います。向こう岸でエゾシカがのんびりと過ごしています。穏やかな水面、そして立ち枯れの木々、風景全体が優しいトーンでまとまっています。曇りの空は光が柔らかく拡散されるので、全体的に淡い色彩で統一された風景を作り出しがちです。
この写真でも青みがかった水面と緑の草地が曇り空の下で柔らかく調和していると言えるでしょう。もしこれが晴れた日だったらどうでしょう。光と影の強いコントラストのせいで鹿の穏やかな雰囲気っていうのはもしかすると損なわれていたのかもしれません。曇りがちの日だって魅力があって撮影に出かけてみるべきなのだということを感じる一枚です。こちらは親子の木が立つ丘。冬の曇りがちな天気な日こそ素敵な光景に出会えるかもしれません。曇りの日には強い光と陰影が生じないので、被写体の持つ自然な姿が浮き上がって風景全体の中で穏やかに静謐な印象になります。冬の空気の冷たさや静けさを写真の中に閉じ込めるというそんな表現ができると言えるでしょう。冬景色の中で井上が最も好きな光景の一つに、この向こう側の低い空の淡く青い色が作る稜線っていうのがあるんですね。冬の曇りの日になるとこの青い稜線が見えないかといつも探したくなります。こちらはいかがでしょうか。白樺の木々が道の両側に整然と並んで遠くに向かって消えていくような視覚的奥行きが印象です。この光景の魅力は白と黒のシンプルさの中に並木を構成するそれぞれの白樺の個性を見ることができることにあるのかなと思います。この点に注目できるのは強い光で余計な影ができない曇りの日だからこそとも言えそうです。曇りがちの日には厚い雲に覆われて光が少なくなりがちで、撮影の意欲が落ちるっていうこともあるかもしれないのですが、運が良ければ雲間から素敵な光が差すことだってあります。赤い屋根の納屋がある丘に雲間から素敵な光が落ちてきました。曇り時々晴れという曇りがちな天気だからこその瞬間と言えます。曇りの日だからといって撮影を諦めるのはもったいないわけで、むしろ曇りの日は自然の光の変化に敏感になってその一瞬のチャンスを逃さないという心構えが必要なのかなと思っています。キタキツネが丘の稜線を駆けていきました。低く立ち込めた霧、雲なんでしょうかね。それに差し込む光が織りなすドラマチックなシーンが印象的です。曇りや霧の日は一般的に撮影に不向きとされますが、でも実際にはこのような幻想的で劇的なシーンを生み出す絶好の機会とも言えます。では強い風の日はいかがでしょうか。風は視覚的に捉えづらいものですが、この作例では雪を巻き上げることで風の存在がしっかりと表現されています。地吹雪が白い雪面を横切って背景の暗い雲との対比で一層際立っています。このように風が作り出す自然の表情を捉えることができるのがこういった風の強い日ならではの魅力と言えるでしょう。風が強い日は撮影が難しいと思われがちですが、むしろその風を生かした表現を試みるために風が見える瞬間を求めて出かけてみるというマインドも悪くないかもしれません。初夏の麦畑に強い風が吹いています。風が強い日は撮影が難しいと思われがちですが、むしろその風を生かして自然の動きを表現する絶好のチャンスだと思うのが良いかもしれません。この写真のように風が見える瞬間を捉えることで静止した風景とは異なる動的で生き生きとした表現を楽しむことができます。風が麦畑を揺らす時を捉えるにはシャッター速度を適度に遅くして麦の動きを残すことで風の強さと麦のしなやかさを表現することができます。風を見たい、風を映し止めたい、風が強くても撮影に出かけたくなる理由がこんなところにあります。雨はいかがでしょうか。雨が降ると通常の風景が一変して、そこには雨の日ならではの美しさが現れることがあります。例えば窓ガラスに伝う雨粒が光を屈折させて街の景色をぼんやりと映し出すことでどこか幻想的な雰囲気が生まれることもあります。この作例では雨によって生じた反射や光のにじみがパリの街並みに一層の深みとドラマ性を与えてくれています。ちなみにこの雨はこの後ずっと降り注いでセーヌ川が氾濫して当時のオランド大統領が非常事態宣言をするぐらいの大雨になりました。向こうの空にはまだ夕焼け空がなんとなく残っているのが感慨深いです。雨が降ってきてもそれが思い出深い一枚になることを信じたいものです。この虹を撮影した場所は北海道美瑛町の丘。風景写真を撮ろうと多くの方々が集まる土地の一つです。
この土地では強い雨が降ると風景写真を撮っている方々が意気揚々とし始めて、虹を撮るためにそれぞれが最適と信じる丘を目指してあっちへこっちへとね車を飛ばし始めるんですね。雨が降ってきたら慌ててカメラをしまうのではなくて、むしろ雨が止むその瞬間を期待して撮影を続ける価値があるものです。春の日ももちろん美しいのですが、雨が降った後の風景はまた格別なはずです。ぐっしょりと背中を雨に濡らしたキタキツネの後ろ姿、向こうで遊ぶ子ギツネたちを見ているキツネ父さんです。ぐっしょりと濡れた背中を見せて子供たちの様子をじっと見つめる後ろ姿は、晴れた日には見られないような落ち着いた雰囲気と静けさを感じます。雨の日は野生動物と出会うことができる可能性が低くなるので、撮影に出かけるのを避けがちです。でも、もし雨の中で彼らに出会うことができると、雨がもたらす独特の光や質感が写真の新たな表現の可能性を広げてくれるかもしれません。ちょっと億劫ですが、雨が降ってきても出かけてみるものだなと思うものです。雨の日の空港もなかなか素敵です。特に着陸時の逆噴射は盛大に水しぶきを上げることがあって、滑走路が乾いている日よりもずっと迫力があります。そんな水しぶきに衝突防止灯のストロボの光がピカッと光るタイミングがあったのがこの瞬間でした。このようなダイナミックな表現ができるのは雨の日だからこそと言えます。雪が降ってきたらいかがでしょうか。そうですね、喜んで撮影に出かけたくなりますよね。これはこのゼミに参加いただいている皆様がそうだと思います。雪が降る日には寒さや機材の保護など注意すべきことも多いものですが、それでも雪の中でしか味わえない特別な光景を求めてカメラを手に出かけるものです。雪が降っている時、いつもより絞りを開放気味で撮ってあげて、被写界深度、ピントが合う範囲を浅くしてあげると、被写界深度から外れたところの雪が気持ちふんわり多めに大きく映ることがあります。チャンスがあったらぜひ試してみてください。こちらは雪降る小樽運河、フラッシュを使った撮影をしています。雪玉ボケを得るためには開放気味の絞り位置も大切ですが、フラッシュを当てる位置も大切です。手前すぎると雪玉ボケは巨大になるし、遠すぎると小さくなります。ストロボをカメラのホットシューから外して無線で発光させながらうまい距離を探してみるのが綺麗な雪玉ボケを作るコツと言えるでしょう。初雪の朝、子狐たちが雪を見つめています。狐父さんや母さんから別れて兄弟だけで生活を始めたところに降ってきたのがこの初雪。子狐たちはどんなことを感じ、思い、そして考えるのでしょうか。雪には物語があるんだなということを感じます。真っ白なアルビノのキネズミことエゾリスです。ボタン雪がしんしんと降り続けるという最高に恵まれたタイミングでの撮影でした。明るい超望遠レンズで捉えるとストロボを使わずともこれだけの雪玉ボケが映るものです。むしろ自然のままの柔らかい雪玉ボケが一層素敵な効果を生み出しています。こんな撮影の機会を一度でも味わってしまうと、雪が降ってるから今日の撮影はちょっと遠慮しようかななんていうことはなくなって、むしろ雪が降ってくるのを見てうずうずとする人になってしまうでしょう。いかがでしたでしょうか。いまいちな天気を味方につけてうまく撮影を進めるお話を井上の桜とともにしてきました。大切なマインドは、曇っていても雨が降っても風が吹いていても雪が降ってもというこう不満足な環境の中でも素敵な光景を取り残そうとするその執着心を持つことだと思います。必ず何か素敵な光景があるはずなんです。とはいえ、いまいちな天気の時こそより条件の良いエリアへ移動する時間や機材の整備に充てるという考え方もあるでしょう。ただ、いまいちな天気の中での長距離移動は思わぬ事故や災害に遭うこともあるので十分に注意したいものです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立った、もっと学びたいという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた。